今週の真心は定食は下味冷凍続編、何もしたくない時に役立つおかず第2弾です。正直これだけ作り続けていると中毒になってきます。それでは早速バリアレネックルをセットしたらラベルにメニューを書いて早速作っていきましょう。我が家でハマっているオニオンソースの豚肉版、豚こま肉を食べやすい大きさにカットしたら、ガーリックソルトがなければ塩コショウでも。振りかけたら小麦粉を大さじ2入れて揉み込みなじませていきます。袋に詰めたら調味料は別ダレで作ります。玉ねぎ半分をすりおろして袋につゆごと入れたら、ポン酢大さじ1、酒大さじ2、醤油大さじ2、にんにく小さじ1強、砂糖大さじ 1.5 混ぜて袋を閉じたら完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。片面火が通ったら少しお水を入れてほぐし炒めます。赤みが少なくなったらタレを加えて、タレが煮えたら完成です。ソースとお肉の相性が抜群でした。美味しかったです。プルコギはパンにのせたり丼にしたりしてもいいので常備として作ります。玉ねぎ半分とピーマンは縦に薄切りに2個カットしていく。お好みで人参や好きな野菜を入れてもいいです。牛こま切れ肉大きいところはカットして、にんにくチューブ少々と小麦粉を少しまぶして揉み込む。塩コショウかガーリックソルトで軽く下味をつけたら袋に詰めていきます。カットした玉ねぎとピーマンを入れたらあとは調味料です。醤油と酒大さじ2、味噌大さじ1、砂糖を入れ忘れましたが大さじ 1.5、 味噌の代わりにコチュジャンでもいいです。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。途中お肉をほぐしてつゆが少なくなってきたら完成です。お弁当にもパンにのせてもおかわりしてくれました。美味しかったです。ヘルシーでお得な胸肉は優しい味のみぞれ煮にします。包丁を寝かせて1センチ弱のそぎ切りにしたら袋に詰めていく。今回は2切れ分。大根は8分の1本すりおろしたものを水分を切らずに使います。大根を入れたらあとは調味料です。酒大さじ1、醤油大さじ2、めんつゆ大さじ1、お酢大さじ2、砂糖大さじ2分の1。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。レンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮立ったら裏返してアクを取ってお肉に火が通ったら完成です。あっさり優しいほろっとした味わいです。バーベキューチキンは外さないレシピでこれがあれば安心します。もも肉は筋と余分なところをカットして半分に切る。にんにくチューブをお肉にすり込んでいく。塩コショウを両面に振ります。袋に詰めていく。お肉は今回2切れ分です。醤油大さじ2、みりん大さじ2、ウスターソース大さじ2、ケチャップ大さじ2、にんにくチューブ2センチほど。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。皮目を下にしてお肉だけ並べて火は弱めの中火で蓋をする。煮汁が出てきてグツグツしたら少し押して皮目を焼きます。少し焼き色がついたら裏返して残しておいたタレをかけていきます。今回は煮汁とレンチンで茹でたパスタを一緒に入れてタレが馴染んだら完成です。パスタが大盛りすぎたので1人前がおすすめです。子供がとっても喜んでくれます。美味しかったです。ひき肉レシピを増やしたくてガパオライスにしました。玉ねぎ半分をブンブンチョッパーでみじん切りにしていきます。パプリカを入手したんですが、下手になんかいるって思ったら種でした。気を取り直してパプリカをみじん切りにしたら袋に詰めていく。さっぱりの鶏ひき肉は胸肉です。上からみじん切りにした玉ねぎとパプリカを詰めたらあとは調味料です。オイスターソース大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ 1.5。 空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。
並べたら火は弱めの中火で蓋をする。途中火が通ったらひき肉をほぐして野菜の水分が出てくるので炒めて、水分が少なくなったら完成です。優しい野菜の甘みがあって美味しかったです。新しいメニューでじゃがチーズ揚げ、コロッケより簡単です。じゃがいもはベニヤイカか男爵がおすすめです。小さくカットしたら600ワットで 3,4 分チンして潰していきます。足りなければ調節してマッシュにしたら、ガーリックパウダー10振り、塩コショウ少々、水気を切ったコーン缶半分、片栗粉大さじ3を混ぜていきます。コンソメは顆粒を少々、チーズはお好みですが我が家は多めに入れています。あとはまとまるまで混ぜたら袋に詰めていきます。調味料は入っているのでこれで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。形はお好みですがコロッケ型が美味しいです。パン粉をまぶして全体的につけたら薄く油を敷いて弱めの中火で焼き上げしていきます。きつね色になったらひっくり返して両面焼けたら完成です。サクサクもちもちでとっても美味しかったです。大好きなサバは今回味噌煮にしました。塩を両面に振ってなじませ、半身は3分の1の大きさにカットしたら拭き取りしたら袋に詰めていく。あとは調味料です。醤油大さじ1、砂糖大さじ2、味噌大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ4、水 100ml、 生姜チューブは1センチから2センチ、お好みで入れてください。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。皮目を下にして並べたら弱めの中火で蓋をする。煮立ったら裏返して両面煮えたら完成です。甘みと優しい味でとっても美味しかったです。下味冷凍を作るときにさじスプーンはいくつあっても便利なので新しいものを購入しました。リングがついていて迷子にならなくて済むのと、取り外しがとっても楽なので単品ずつでも使いやすい。そして小さじ2分の1のサイズも一緒についているのでおすすめです。たまにフライパンのご質問いただくのでご紹介。フライパンは石のフライパンで特殊な層加工をしてあるのでびっくりするぐらい焦げ付きが少なくて、石だけど重くならないから手首が疲れることがありません。これに慣れてしまったから味の違いにはわからないんですが、ホットケーキを焼くときにふっくら美味しく焼けるのでよく使っています。新しく新調したフライパン鍋、薄くて立てられるのに惹かれて購入しました。半回転すると立てかけられて、蒸すときはこの状態で蓋をしているときは自立することができます。逆に収納するとき反転させることで厚みが薄くなるので収納に困らない、薄くて軽いのでとってもお気に入りです。ミルデビューはブルーノのライト付きなのでどのくらい出るのかがライトで照らされるので加減調整しやすく使いやすい。持ち手もスタイリッシュで質感もマットなさらっとしたシリコン素材なので滑りにくくって、料理中もボタンを押すだけで片手までスパイスが触れるのでおすすめです。今回は夏の備え第2弾、何もしたくない時に役立つ下味冷凍をご紹介してきました。もう6月も後半に入り夏が来ますね。食材が傷みやすい季節になるので賞味期限を延ばして食材を節約しつつ時短できる下味冷凍を作っておきましょう。次回作業用として総集編です。また皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。